皆さんこんにちは。レジン大好きこうやみです。今日は空枠に初めてチャレンジする方や、空枠を作ったことはあるけど液漏れしたり表面にポツポツ穴が開いてしまったり、うまく作ることができなかったという方にぜひ見てほしい動画です。空枠で失敗しやすいポイントを7つと解決方法をまとめたので、ぜひ最後までご覧になってから空枠作りにチャレンジしてみてください。それでは空枠で初心者さんがやりがちな失敗7つ始まります。そもそも空枠とは何かというと、金属でできたフレームになります。空枠という名前の通り、こんな感じでね、穴の開いた枠になります。この隙間にレジン液を入れて作品を作っていくのですが、このままだとレジン液を入れることはできません。なのでまずはこの空枠に底を作っていきます。底を作るときに必要となる道具がこちらになります。こちらは100円ショップでも購入することのできる養生テープになります。こちらの養生テープを空枠に合わせてカットしていきます。空枠に合わせて養生テープをカットすることができたら、テープを空枠に貼り付けます。これで空枠に仮の底を作ることができました。ここで失敗ポイント1つ目。このね、空枠にテープを貼り付けるとき、しっかりと貼り付いていないと液漏れする原因になります。今ね、空枠をテープの上にただ乗せただけの状態になるのですが、これだと液漏れしてしまいます。空枠をひっくり返して、空枠の裏側から爪楊枝でね、枠をなぞるようにこすっていきます。私は今回爪楊枝を使っていますが、爪楊枝でなくてもなんかね、こすれるものなら何でも大丈夫です。しっかりと空枠をこすることができました。これでね、液漏れする可能性をぐっと減らすことができました。こちらの空枠、アクリル板に固定します。固定してあげることで作業がしやすくなります。もしアクリル板がない場合は、段ボールなどの厚紙で代用することができます。それではようやくね、レジン液を空枠の中に入れていきたいのですが、ここで失敗ポイント2つ目。空枠にはこのようなね、カラーレジン液や封入パーツを入れていきたいのですが、この状態でカラーレジン液を入れると液漏れしたり硬化不良を起こしやすくなります。それではどうすればいいのかというと、一番初めに入れるのはカラーレジン液ではなくてクリアタイプのレジン液を入れていきます。それでは色のついていないクリアのレジンを空枠に入れていくのですが、ここでね、失敗ポイント3つ目。レジンのボトルから直接空枠にレジン液を入れると液漏れする可能性がぐっと高くなります。ではどうすればいいのかというと、ボトルからね、直接入れるのではなくて、一度このような朝食パレットの上にクリアのレジン液を出して、このレジン液を朝食スティックや爪楊枝などですくって空枠の中に入れていきます。一番ね、液漏れしやすいのが空枠とテープの間なので、ここをまずは一番初めに埋めていきます。
今ゾウさんのお顔のね、この辺にレジン液を入れました。ここで失敗ポイント4つ目。1層目にレジン液を入れるとき、一気にね、全面にレジン液を入れようと思うと失敗する原因になります。一気に全面にね、入れるのではなくて、こまめに硬化してあげることで液漏れする可能性をぐっと減らすことができます。こちらのゾウさんもこまめに固めていきます。そうだ、一つね、大事なことを言い忘れていたのですが、空枠とテープの間にレジン液を入れているとき、空枠とテープの隙間からね、気泡が発生することがあります。空枠とテープの間にね、気泡が発生したときに、朝食スティックでツンツンしてね、気泡を取り除こうと思うと、余計にね、気泡がポコポコ出てくるので気をつけてください。空枠とテープの間にできた気泡は基本的にいじらないでください。テープと空枠の間をレジンで塞ぐことができました。テカリがある箇所がレジンを注いだ場所になります。でね、このお顔の中心、お耳の中心あたりにレジン液をまだ入れていません。まだレジン液を注いでいない箇所に透明のレジン液を入れて、なるべく表面がフラットになるようにします。この後カラーレジンをのせていくのですが、表面をフラットにしてあげないと綺麗に色が乗らないので注意してください。表面がフラットになっていることを確認してからレジンを固めます。固めることができました。で、このね、透明の1層目を作ることができたら、こちらのカラーレジン液やパーツを封入していくのですが、ここで失敗ポイント5つ目。空枠にね、カラーレジン液を入れるとき、ついつい濃く着色しがちなのですが、レジン液に着色剤を入れすぎると硬化不良を起こしたり、固めた後に表面にポツポツと穴が開いてしまいます。こちらもね、結構濃く着色しているように見えるのですが、透明感は損なわない程度に着色しました。着色料の入れすぎによく気をつけてください。そしたら、こちらのカラー枠の中にカラーレジン液封入パーツを入れていきます。好きにデザインをすることができたら、はじめに作った仮底のテープを外していきますね。ここで失敗ポイント6つ目。このままテープから空枠を外すのではなくて、テープを外す前にひっくり返して裏側からライトの光を照射します。しっかりと裏側も固めることができてからテープから空枠を外していきます。テープからカラー枠を取り外すことができたのですが、ここで失敗ポイント7つ目。このまま作品を完成させるのではなくて、カラー枠をひっくり返して裏面を整えていきます。こんな感じで裏側も調整することができたら、これで完成でもいいですし、今回は全面
ンをコーティングします。この辺は好みにもよるのですが、私はね、金属の劣化を防ぐことができるので、空枠のこのね、縁までコーティングしていきます。コーティングをして固めることができたら完成になります。やっぱコーティングするとこのツヤ感がたまらないね。ツヤッツヤで、裏面はね、こんな感じに今回は仕上げました。ゾウさん以外にもうさぎさん、猫さん、ネズミさんも作りました。こちらキーホルダーに加工して販売しているので、よければそちらもチェックしてみてください。今回は空枠に初めてチャレンジする方、空枠を作ったことはあるけど失敗してしまったという方に向けて解説してきました。今回ご紹介した7つのポイントに気をつけて空枠作りにチャレンジしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。